皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は私が働いている日本語学校の卒業生に来てもらいました。日本語の勉強とか今勉強していることなどいろいろ質問をしたいと思います。私は今までにも何回か外国人の方、留学生とか日本で働いている人にインタビューをしたことがあります。再生リストがありますのでそちらも見てください。では簡単な自己紹介お願いします。皆さんこんにちは。台湾から来ましたダニエルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっといくつか質問をしていきます。はい。まず日本語の学習歴ですね。いつから勉強しましたか？大体は中学3年生から勉強し始めました。はい。日本語学校で勉強したのは何年間ですか？1年ですね。1年間です。じゃあ、台湾にいた時がすごく長く勉強してたっていうことかな？そうですね。はい。その時は、先生に教えてもらってましたか？そうですね。普通に日本語塾通って、で高校3年生の時は1年ぐらい独学しました。そうだったんですね。はい。わかりました。JLPT のレベルは N1 持ってます。いつ合格しましたか？去年の7月ぐらいですね。去年の7月。じゃあ、卒業してから？あれ？いや、僕は去年まだ日本語、去年だね。一昨年だね。やばいです。すいません。大丈夫です。今ね、2025年だから。そう。2年前か。そう、2年前の7月で取りました。はい、わかりました。はい、じゃあ次の質問です。今、どんな専門学校に通っていますか？今は美容専門学校通ってます。はい。じゃあその美容の専門学校を受験するときに面接で何を聞かれましたか？そうですね。やっぱり美容専門学校だから美容師になるきっかけとなんでこの学校を選びましたかみたいな理由も聞かれました。まあ大体そうですよね。はい、志望動機と、美容師になりたい理由を聞かれたんですね。はい、ちなみに日本語のレベルとかは聞かれましたか？聞かれました。そうですよね。やっぱり授業ちゃんと受けられますか？もうちゃんと確認しないとですね。はい、そうですよね。今日本人の学生と一緒に授業を受けていて、先生ももちろんね日本語のネイティブスピーカーなので、はい、やっぱり日本語学校の先生の話すスピードと全然違う？全然違うですし、なんかやっぱりアクセントが人によってちょっと違いますね。はい。そうですよね。やっぱり私たちはすごく意識してはっきり話してるから学生には聞き取りやすいかもしれないんですけど、はい、専門学校とか大学に行って日本人の学生と一緒に受けるってなると多分その学校の先生方もそんなにスピードは遅く言わない。スピードは普通のスピードだと思うし、さっきも言ってくれたように人によって話し方って本当に違うので結構最初は難しかった？大丈夫だった？方言の方がちょっと難しいでした。そっかそっか、方言ね、だとちょっと聞き取りにくいかもしれないですよね。わかりました。じゃあ次はちょっと学校のことを聞いていきたいんですけど、はい、学校のスケジュールを簡単に教えてください。はい、だいたい朝の9時から午後の4時ぐらいがありまして、でその中に昼休み50分ぐらい挟んでます。はい。そうですね。だいたい1時間ないかもしれないですね。そうです。はい。じゃあその間にお昼食べてっていう感じかな。はい。わかりました。で、平日は全部学校ですね。はい。土日はない？土日はないんですね。はい。そっか、わかりました。今聞いたらさっきの方言っていうのは学生クラスメートとかそうですよね。確かに。ちなみにどんなところ出身の人がいますか？岡山と京都とか、あと
どこでしたっけ北の方？そう、北の方です。東北？宮城。宮城ですね。そうです。はい。確かにね、私のおばあちゃんは宮城県に住んでるんですけど、はい、おばあちゃんと会話は 50% ぐらいしかできないというか、わからないので、はい、確かに結構ね、違いますよね、言葉がね。はい。ありがとうございます。じゃあ次、学校の勉強で大変なことは何ですか？やっぱり、専門用語と思います。はい。専門用語は、普通のテキストには載っていないことが多いと思いますので、特に美容についての交渉品とか、こう髪の毛の構造とか、そういう細かい部分の日本語は結構時間かかってます。確かにね、はい、日本人とか、日本語のネイティブスピーカーとか関係なく、多分初めて聞く言葉が多いから、しかもカタカナが多い。カタカナが多いですね。そうですよね。はい、結構日本の美容院に行ったことがある人はわかると思うんですけど、カットとかカラーとかパーマとか、美容院のメニューってほとんどカタカナですよね。はい、そう。だから結構、最初覚えるのが難しいかもしれません。じゃあ次、アルバイトをする時間はありますか？あります。はい。アルバイトしてますか？してます。してるんだね。そっか。でも、結構さ、忙しいでしょ？専門学校だと、なんかコンテストとかそうですね。はい。コンテストも出てますので、アルバイトの時間はだいたい土日しか入れません。そっかそっか。はい、でもアルバイトしてるんですね。はい、すごい。ちなみにどんなアルバイトか聞いても大丈夫ですか？飲食のキッチンの方やってます。はい。わかりました。はい。じゃあ次です。日本人の友達はいますか？はい、もちろんいます。はい。ちなみにクラスメートの何割くらいが留学生ですか？クラスメートは僕しかいないと思いますね。でも、この学校全体的には、海外の人は確か8人ぐらいいます。はい、それしかいないの？そうです。じゃあもう、ほとんど日本人なんだ。はい、ほとんど日本人です。ちょっとびっくり。もうちょっと多いかと思ってましたけど。はい、じゃあもう、嫌でも日本語毎日すごく聞かなきゃいけないし、そうです。はい、話さなきゃいけないから、はい、すごい環境ですね。はい。わかりました。じゃあ次です。日本人の友達と話すとき、難しいと思うことは何ですか？やっぱりさっき言ったその方言とか、あとスラング、ネイティブの人しか使わない日本語、はい、は、やっぱりちょっと最初聞くときは理解できない場合はあります。じゃあ、理解できないときはどうするんですか？僕の場合は普通にさっき言ったそのスラングみたいな言葉はどういう意味ですかみたいな。はい。ちゃんと聞いて、で、自分の勉強にもなりますし。はい、聞けるっていうのはいいですよね。あと、友達もちゃんと教えてくれる。そうですね。はい。いい友達ですね。でも分からないことがあったら絶対に聞いた方がいいと思います。あとは、ちょっとメモして後で調べるとかっていうのもできますよね。そうですね。すごいね。でも会話はほとんど問題ないかな。多分。スピードがちょっと速い時は。確かに。はい。そうですよね。多分、日本人同士になると、うわーって、多分すごく早く。テンションによって、確かに早くなった人も結構いますので。そっかそっか。はい。あと多分だけど、オノマトペをすごく使うんじゃない？オノマトペ？オノマトペ。擬音語、擬態語って言って、例えばパラパラとか、ザーザーとか。ファンとか、ふわふわとか。すごく使いますね。はい。結構大変でした。それは本当に私たち日常会話でよく使うので、オノマトペって言うんですけど、多分、日本語の勉強というか、JLPT とかでは多分あんまり勉強しない、本当に少ししか勉強しないので、日本人と話すときに最初、オノマトペが多くて、結構難しいと感じる人は多いかもしれないです。はい、じゃあ最後に、これから留学する人にアドバイスがあったらお願いします。はい。やっぱり、いろんな友達作ってください。さっきも言ったそのスラングの部分と方言の部分はやはりそのネイティブの人しか使わないと思いますので、そこの日本語も勉強すればもっとその
人と人の会話が弾むと思います。はい。確かにね。ちなみに、台湾にいた時は、日本語学校に留学する前に、なんか一生懸命勉強してたこととかありますか？はい、ありますね。聴解が結構時間をかけてました。はい、確かに聴解難しいよね。そうですね。はい。そっか。じゃあ、やっぱり、もしこれから留学する人とか、あと仕事をする人もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりいろんな日本語のネイティブスピーカーの人と話せるチャンスがある人は話して、もしちょっとね、話すのが難しい人は聞くだけでもいいと思うので、ぜひやってみてください。はい。はい。で、これはちょっと質問にないんだけど、はい、私、半年だよね、教えてたの、多分そのぐらいですね。そうなんだよね。はい、で、多分、教えてた時は、知らなかったんだよね。気づかなかったんですよね。はい、知りませんでした。そうですよね。はい、でも、台湾にいた時から YouTube 見てくれてた。そうですね、結構見てました。そう、私多分、その時もずっとマスクして、はい、授業をしてたし、多分、学校に留学してくる人って私のこと本当に知らない人が多くて、後から知るパターンが多い。そうですね。はい。私一番面白かったのが、授業中に学生が、私の YouTube こうやって、これ、あなたみたいな。確認されてますか？だから、はい、みたいな、とぼけたこともありましたけど、そう、私、学校で働くときは、下の名前は言ってないですね。はい、自分の名字だけ言ってて。そうですね。そう。で、YouTube とかでは名字は言ってないので、だいたい気づかれないというか、多分画面で見てるのと、本人と会うとやっぱちょっと違うと思うし、声とかもね、結構気づかれなくて、でも卒業するときに気づかれるっていうパターンが多いですよね。そうですね。でも私はダニエルさんがすごい印象に残っていて、っていうのも、学校の授業で、美容院の言葉を少し紹介したときに、大体どんなに上のクラスの人でも知らないんですよ。はい、それ普通なんですね。はい、なんだけど、一人だけすごく答えられてて、なんでこんなの知ってるんだろうって思ったらもう、美容師さんになりたいってはっきり言ってて、で、今その勉強してるので、それがすごく印象に残ってます。はい。ありがとうございます。いや。はい。じゃあ今日は、日本語学校、私が働いている日本語学校の卒業生に来て、インタビューをさせてもらいました。はい、じゃあ、皆さんもしこの動画が、役に立ったら、高評価押してもらえると嬉しいです。では、また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張しましたか？結構緊張してます。はい。全然日本語がちょっと中途半端で。いや、話せてたよ。はい、本当ですか？全然。やっぱり先生のチャンネル見る人は、日本語を勉強するために見に来るわけですよ。だから中途半端の日本語を使っちゃうと、人に間違えた部分、教えちゃうんですよ。影響されちゃう。そうですね。でも全然大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫でした。ありがとうございます。謝謝。